よろしくお願いします。毎度です。今回も日野井さんが来てます。どうも2つのパターンを書いてもらったんで、服を書いてみましょう。前回は左にあるキャラクターを使ってたんですけど、今回は右にいるキャラクターを使います。前の動画を考えて勉強したところが、いろんなひねってるところを意識して、そういうシワを入れておきたい。でまずはベルトが来るところを書いて、ここは多分引っ張ってるからシワがあまり出ないけど、膝の後ろにシワができるように。一番難しいところがここです。で、この前の形、そっか、私ちょっと高すぎて書いたので、この前勉強になったのがこれの V の形になる。で、この前私前に多すぎたベルトの穴、今回は多分後ろにあるやつは多分見ない。多分こういう胸の大きさだとこの後ろに消えるのかな。なんとなくこの辺にちゃんとここから引っ張ってるシワで、後ろの方がどうなってるか。この辺きっとシワができているから、ここに線が入るかな。なんとなくここにああいうたるんでる部分が入る気がするけどこんな感じかな。ある程度前回勉強になったところを入れてみたんだけど、上手にできなかったところがこっちの回ってる方向。なんとなく腕が上がる時に回ると思ってるんだけど、なんかどういう方向に曲がるのかちょっと想像しにくい。シャツもズボンもなんか前回書いたのと全然デザインが違ってませんか？そう全然別物に見えるんだけどな、前書いたのと比べると。あれ実際そういうポケットってあります？ないんですか？僕は見たことないな。なんか急に縫い目をね、横に体の側面に走らせて、全然別物に見えるんですけど。と思いました。でもほら、肩口の縫い目無視してるじゃないですか。ないんだね。入れるんだったらこうなるか。ですよね。縫い目とシワが当たるところが、例えばこういうところが結構迷っちゃいます。それは形を考えていれば自然と、この線はここからこう来るなっていうのが導き出されるんですけど、形を考えて引いてないと迷っちゃいますよ。目指してたのがひねるような線を目指してたんだけど、なんかうまくできなかったな。なんとなく書いていただけますか？それでしたらやっぱりひねる方向は逆だった。最後に私直したところがもっと正しい方向だったけど、最初に書いたシワが違う、たるみは違う方向だった。そっか。ズボンの内側の縫い目も書けばよかった。そっか。その縫い目が曲がるところがシワの折る方向は関係あるんだ。こうやったらこう回ってきてるでしょ。そうですね、そうするとそのシワがなんか上に曲がってる感じですね。これが分かってれば自然と弾けるんで。確かに私はシワがあるところにシワは書いてるんだけど、方向は考えてなかった。どっちの方に折ってるか。なるほど。ちゃんと襟が首の後ろに回ることを意識してどういう形になってるか。こんなとこですかね。ありがとうございます。では比較しましょ
はいはい。いろんな直してくれたところがいっぱいあるんですけど、まずはいつもみたいに私がズボンをハイウエスト感じでなんか癖で書いちゃいました。まあジーンズは腰で履いた方がええんでないって。おへそのところに前の絵が前にかがんでいた感じだったし、まあシワがそういう理由で出来上がったけど、やっぱのけぞってるようなポーズになるとそんなにないんですかね。シワ描きゃいいってもんじゃないんでたるんでるところがあればいっぱいシワ描いちゃう癖はあるから描いちゃいました、そのシワに説得力があればいいんだけど、一番今回分かったところが、そのひろいさんが描いてくれたようにこういうシワがあるとしたら、まあこうやってその縫い目がこういう風になるのが見たことあるけど、私理解できてなかった、そのまあ理解できてないじゃね。横から見るとこういうシワになってるのか、こういうシワになってるのか、なんか方向を考えないとこういうのがこうなるのか、逆バージョン、それは全然考えてませんでした私が書いてたのが2つの線を書いて、なんかこうなるようにこういうシワ想像してた。結局横から見るとそういうシワがこうなってますよね、ほとんどそういうのは出ないですかねいやあるっちゃあるけど結果的に説得力のない絵になっちゃってるんで残念。私が書いたところがこういうところ、適当にこの2つ書いたんだけど、こうなるのかそれともこうなるのか、やっぱひろいさんが書いたようにちゃんとそのシワを見るだけでちゃんとどの方向になってるかよくわかるし、こういう曲がりでこうなるわけはない、こういう曲がり、この山がこの方にあって、そうすると下からどこに出てくるかもっと分かりやすいですね。今回はよく分かりました、ちゃんと覚えるのか分からないけどまあ書かないと覚えられないからそうですね。まあ私が書いた時にズボンのところは偶然でなんか方向が合ってた感じだったけど、本当は書いた時にあんまり意識してなかった、書いてるところで日野井さんの手を見てよく分かったのが、この硬いところを結構意識して書いてる。その見えないけどちゃんと首の周りに行ってどういう形になってるか、その日野井さんの手の動きでそういうことを考えてこの襟はどこに行くか、なんか書いてたんだけど私が全然考えてなかった。本当は硬いところを書くんだったらなんかこういう風になってるはずですね、まあよく省略して書かれるものではあるんだけど、形を理解してた方がいいですね。首の後ろを見てこうなってるなら出てくるところはこうなってるから曲がり方はちょっとおかしい、このキャラクターの腕がひねってると思ったんだけど、腕がひねってるっていうよりただ上がってるから服が自然にひねる、引っ張られるですね。基本脇がから引っ張られて線が伸びてるから、こういう理屈でねシワが入るんだなっていうのを覚えときゃいいわけですよ。腕がまっすぐから曲がる形になったらこの辺に生地が集まるようなシワができると思ってるから、こういうのができちゃいますただのぐしゃぐしゃな線にしか見えない。そういうその通りですね。でもこれより集まってるのは確かだけど、別にいっぱい集まってケーキみたいなものになる必要はない、引っ張られるっていうよりそこはたるんでる線なんで、そこのたるんでる線、見えますこれですか？そういうことなんですよ。
ただ単に放射状にね曲線をパッパッパッと引けば線に見えると思ったら大間違い。こういうことですか？なんかこういうところが、まあ、穴じゃないけどそういう、そうですよね。そこは、ね、中に入り込んでるんで影色で塗っちゃいますけどね。なるほど。で、でその下の線はいらないでしょ。これですか？そうそれぐらい、その方が全然立体感が感じられるから。なるほど。じゃあその中に入り込んでるところは、そうここでその緑、私緑って書いたところは、そのたるんでる部分。そうですね。難しい。まあパッと見た目どう見えるかが勝負ですからね、こういうのは。写真を見てコピーするか、その物理的にどうなってるかなんか理解してデザインする。私が結構その物理的にどういう形になってるか気になりますから考えすぎる。実際の写真とか見るとシワが多すぎて頭が追いついていかないと思いますから、漫画やアニメの服の描き方から学んだ方が手っ取り早いですよ。まあ色が塗ってるとね、細かいところはちょっと色で潰れて見にくいんですけどね。この腕をスラッと引っ張ってる方にあるからあんまりシワができないと思ったんだけど、こういうたるんでるところはありましたね。井上さんが書いたようにこうなってました。体にぴったりしたサイズってわけじゃないでしょ、シャツって。仮に体にぴったりしたラバースーツとかを着たとしてもシワは出まくるんですよ。井上さんが書いたようにたるみがあるところでそのシワに乗って形は変形されていますね。あと内側の縫い目を描いてそこからシワが出てるっていう理屈は言わないとわからないでしょうね。ぴったりしたズボンとか履くとシワっていうのはそういう風に入ります。縫い目こうそうですね。こういうところでちょっと足を曲げるとシワがそういう風に入ります。なるほど。で今回私全く書かなかったんだけどこういうシワのもありますね。素材が余るところにジーンズに入れてるならそういうのはできるでしょうね。他に何か注目してほしいところありますか？そうだな、もう基本的な服の作り方ってあるじゃないですか。まあ上からズボンを見るとまあここが前のホックだとしましょう。そうするとベルト止めの帯は真ん中より少し後ろでもってまあ後ろは1つだったり、まあ、2つに分かれてることもあるけどで少し離れたところにもう1本ずつ、これが基本なんですけど、それを守って書いていった方が、まあ、この位置だったらほとんど見えないんですけど、でスラックスは真横の縫い目があったとしたらそこに向かってこんな感じじゃないですか。これが分かってないと全然説得力のある絵描けないんで。なるほど、そっか、そのベルトのところから降りてその縫い目まで行く感じ、目の前とかね探せばいくらでもある素材だからそこら辺の基本は覚えておかないと絵っていうのは描けないんですよ。そうですね。まあそんなところかな今日は。じゃあ日野井さんありがとうございます。どうもでした。同じポーズを使うけど違う服を各シリーズなんで次の動画違う服を着せます。チャンネル登録お願いします。よろしくね。バイバイ。さよなら。